はい、こんにちは。今回は2026年の8月4日に埼玉県から国道413号道志道を通って山伏峠を越えて富士山山麓の山中湖、それから富士吉田を観光しに行っただいたい150キロぐらいのサイクリングの記録です。それではご覧ください。はい、こんばんは。今だいたい夜中の3時40分ぐらいです。埼玉県の荒川を橋で渡ったところです。ちょっとね、今日本は非常に夏なんですけど涼しくて、この数日今22度しかないので、ちょっとせっかくの機会なんで長距離を夜中にめちゃくちゃ早起きして走りに行こうと思います。今朝の4時35分です。東京都東村山市の西武鉄道の東村山駅に着きました。ここに立ち寄ったのは、駅前に外国の方も見てるので説明すると、日本で20世紀に一番有名だったコメディアンの志村けんさんという方の銅像があるので立ち寄ってみました。2020年に3月に新型コロナウイルスで亡くなった方ですね。日本で一番有名なコメディアンでした。ということで先に進みます。目の前の道路の上に走ってるのが多摩都市モノレールですね。とある科学のレールガンの学園都市のモノレールのモデルになったモノレールです。ちょっとこの時間だと走ってないかもしれない。まだ朝の5時なんで。このモノレールの下を走る風景については別に動画を編集してアップロードします。この後、八王子市南部の山を越えて相模原方面に向かいました。 JR の横浜線の相原駅ですね。いやー、埼玉の家から50キロぐらい走ってやっと通し道への入り口まで着きます。相模原市から山梨県方面に向かう国道の413号線に入っていきます。ただ市街地の区間は朝のラッシュと重なってしまってとても混雑していました。はい、朝の7時ちょうどです。神奈川県の相模原市の津久井湖に着きました。ここでちょっと休憩します。津久井湖はダム湖で、奥にちょっと見づらいんですけど城山ダムというダムがあります。いやー、ここの国道413号線が本当に道が狭くて交通量も多くて走りづらくて大変でした。で、さっきコンビニで買ったこのちょっとスコーンを食べてちょっと栄養補給して10分ぐらいしたら出発します。まあこの先山の中に入ってくんで交通量減るでしょう。いやー、このハブのロードバイク非常に良いですね。スムーズで乗り心地が良くてよく進みます。とても良い自転車です。国道412号と分かれるこの交差点から本格的な山岳区間のスタートです。今7時36分で山中湖まで46キロ。ところがこの道ひたすらアップダウンが続いていて体力をどんどん奪われてしまいました。この道は東京近郊のロードレース選手の練習コースとして非常に人気らしいのですが、その理由がとてもよく分かりました。国道413号を山中湖方面に向かって進んでいます。こうやって休憩している間にも練習しているロードレース選手がものすごい勢いで通り過ぎていきました。いやー、もう体力がなくて思ったよりもアップダウンが激しくてへばっちゃいましたね。今下り坂なんですけど、まあちょっとあんま飛ばさないで行ってます。もうすぐ山梨県に入ります。このコースは神奈川では非常にメジャーなコースなんですが、自分は埼玉県民なんで全く詳しくなくて、こんなに険しい場所だっていうことを全く知りませんでした。今だいたい朝の8時40分です。神奈川県相模原市から木で隠れちゃってるんですけど、山梨県道志村に入ります。
いやー、初めてここの道志道来たんですけど、こんなにアップダウンの道だって知らなくて結構へばっちゃいましたね。山梨県の道志村に吊り橋があるのでちょっと行ってみます。おお、この吊り橋については別に動画をアップロードする予定です。吊り橋の脇の売店では地元の名産品を売っていました。酒まんじゅうというおまんじゅうを売っていたので1個買いました。酒まんじゅうという名前ですがお酒は含まれていないということです。この辺の手作りのおまんじゅうが売ってたので買いました。いただきます。美味しい。中にあんこが入ってます。美味しいです。山梨県に入ってからの方が川との標高差が少なくなって道が緩やかになりました。山梨県の道志村に東京オリンピックの自転車のロードレースの記念の看板があったので撮影してます。いや、この国道413号、地図で見ると川沿いにだらだらと登っていくような感じの道なんですけど、ものすごくアップダウンが激しくて、いやー、確かにこれは難しいコースですね。この看板にも世界屈指の難コースって書いてありますけど、山梨県道志村の道の駅道志に来ました。いや、結構野菜とかが安いんですけど、ちょっと自転車なので持っていけないのでちょっと今回は諦めます。で、ちょっと小腹を満たしたいんですが、普段こんな観光客っぽいものを買わないんですけど、イノシシと鹿のバーガーが売ってるので買ってしまいました。ということで、鹿とイノシシのバーガーです。いただきます。これはやばい。いや、うますぎますね。やばい。口の中で肉の味が広がる。最高です。午前11時です。ちょっとゆっくりしすぎちゃったんですが、山伏峠に向かって登り始めます。やっぱり体ができてないっすね。稜線の送電線が見えてきたので、もうすぐ峠ですね。ちなみに実際には峠までここから 2km ぐらいありました。山伏峠、山伏トンネル標高 1100m に自転車で着きました。いやー、なんかトータルのきつさでは最初の方の神奈川県内のアップダウンの方がきつかったかもしれないですけど、こっち側の峠の登りは最後の2キロぐらいが直登のところがあってしんどかったですね。つづら折れじゃないまっすぐな登りが続く感じでしんどかったです。空が晴れてますね。ということで、このトンネルを抜けると富士山がある山中湖とか河口湖の方になるんですが、果たして今日は富士山は見えるんでしょうか。結構雲がありますけど、いますか。わあ、富士山。おお。はい、ということで山中湖に着きました。いやー、非常に綺麗なとこです。そしてこんなに晴れているので、ちょっとね、下の方が雲かかっちゃってるけど、このように富士山が見えます。でかい。山中湖畔にはなんかサイクリングコースがあって非常に走りやすいです。よく整備されてて、おー、富士山。富
富士山がよく見える場所に来ました。いやー、いいところですね、山中湖。まあ、日本の代表的な観光地の一つなんで当たり前なんですが、とても景色が綺麗です。そしてこのサイクリングロードもめちゃくちゃいい道ですね。見晴らしが良い。自動車で来た人にはわからない、自転車で来た人じゃないと見れない非常に良い景色ですね。素晴らしい。この写真はスマホのカメラで適当に撮ったものなんですが、景色がいいところなので適当に撮っても本当に綺麗な写真になりました。この後、富士吉田の市街地の方に向かいました。ただいまの気温22度って書いてあるんですけど、ここ標高がだいぶ高くて多分800メートルぐらいはあるんですけど、それにしたって低すぎですね。いやー、急に夏なのに8月なのに涼しくなりました。今もうすぐ1時半になるとこですけど、富士吉田の道の駅です。なんかモンベルのショップもありますね。富士山登山する人のための。とりあえず富士吉田の市街地まで行って、今日は適当に帰ろうかなと思います。せっかく富士吉田まで来たので、観光地っぽいところも寄ろうと思って、富士浅間神社、かなり昔からある、非常に由緒のある神社に寄ります。ちょっとね、自転車止める場所が分かんなくて、あそこにレンタサイクルの置き場があるんで、そこ止めてもいいかなと思ったんですけど、置いていいか分かんなかったんで駐車場に止めました。素晴らしい富士山。日本人が観光地に行ってやることといえば、神社かお寺にお参りすることって昔から決まってるんで、要はありがちっていうことです。樹齢1000年。ここは金鳥居というところらしいんですが、このように鳥居の中に富士山が見えます。いやー、非常に絵になりますね。富士信仰。さて、普通は日本人はあんまり行かないんですが、世界的に有名なあの観光地にもせっかくなので立ち寄ることにしました。バカみたいなテンプレートのような観光地化がされていたので、思わず本気で笑ってしまいました。自転車大丈夫ですか？はい、すいません、ありがとうございます。いや、日本人だけど面白いから来てみたんですけど、日本の超人気観光地になってて、外国人向けのすごいことになってて面白すぎる。いやー、外国人観光客ばっかでやばいですね。しかも駐車料金が結構するからいい臨時収入ですね、富士吉田市にとっては。いやー、顔すぎてやばい。やばい。思ったよりかなり石段を登る必要がある。いやー、もう観光地じゃん。熊出没注意。はい。全世界的に有名なステレオタイプの日本の観光地の風景。すげえ。いやー、なるほどね。こういうステレオタイプの日本の風景が外国人に受けるっていうのも面白いことですね。いや、ただここまで観光地になってると思わなかったんで、かなりびっくりしました。ちなみにこの富士吉田とか山梨県の富士山周辺の観光地、なんかやたらとこのドードーベアっていうレンタサイクルが置かれてて、これまでの日本のフル電動じゃない電動自転車とは形が違うので珍しいですね。ということで、河口湖でいろいろ観光をしてたら3時を過ぎてしまったので、大月に向けて国道を走っています。ただこの大月に下っていく国道139号ずっと下りなんで、
まあほぼ20キロぐらいあるんですけど、まあ0キロみたいなもんですね。まあ事故にだけ気をつけて安全に走れば OK です。山梨県都留市の道の駅都留に着きました。あと10キロもしないで JR の大月駅なんで、多分大月から臨港します。で、この道の駅の横には山梨県の中央リニア新幹線の実験センターがあります。奥にある建物が体験乗車とかをする建物で、ちょっと角度的に撮れないんですけど、車両が止まってるのも遠くから見えました。この実験センター、自分が子供の時からあるんですけど、自分が生きてる間に完成するんですかね。お土産を買い忘れていたので、この道の駅で買いました。ただ、自転車のバッグに無理やり入れたので、箱が潰れてしまいました。JR の大月駅に着きました。今日はここで自転車を分解して臨港して帰ります。走行距離結局ちょっと後半観光してしまったので 148.2 キロでした。今、中央本線の塩津という駅で特急列車の通過待ちをしてます。ここは駅前に超巨大なエスカレーターがあるバブルの頃に開発された住宅地がある駅です。非常に疲れていたんですが、帰りの電車は一部区間でちょっとだけ座れただけで、ほとんど立ちっぱなしでした。ということで、日本では有名なサイクリングルートの一つなのに、自分はまだ行ったことがなかった国道413号道志道を通って富士山の近くの山中湖に行く自転車ツーリングの動画でした。8月なのに涼しかったのと、運よく富士山の近くが晴れてくれたので、とても良い旅行になりました。アップダウンが激しくてとても大変なコースですが、峠を越えてから富士山がパーッと目の前に現れる満足感が素晴らしいので、おすすめのサイクリングルートです。ご視聴ありがとうございました。